今日は皆さんが必死に練習しているあれについて一旦全否定します。スケールを覚える人はたわけだわ。チャーチモード、ドリアン、ミクソリディアン等々、あとオルタードスケールですね。いろんなスケールございますが、これらを指板の上で必死に追いかけてジャズになりましたか？スケールを一生懸命覚えてもジャズにならないですよね。なぜならジャズで生活の彩りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーです。ということで今日はスケールを一旦捨てて、ある一つの法則でガラッとアドリブがジャズになる方法をやっていきましょう。まず最初に冒頭で、あと多分ねサムネイルとかもねちょっと攻撃的なタイトルになってたりすると思うんですけども、そちらについてちょっと、表現が過激なので、一つまず謝らさせていただきます。ちょっとすいません。なぜかというと、それはいいんですよ。再生をされたいという気持ちはあるんですけども、それぐらいたくさんの人に見てほしいっていうちょっと内容なんですね。で今日はねすごい盲点だと思うんですけど、どえらい簡単にねまずジャズのアドリブの本質についてちょっとお話ししたいと思います。で多分レッスンとか行くとここのね、コードのところではなんたらスケールを使いましょうという感じで先生から教わっていませんか？それを弾くとなんか違和感なく弾けると思うんですけども、なんかジャズになってないような気がしませんか？なぜならばですね、スケールっていうのはただの手段であり、アドリブ音楽の目的ではないんですね。何を言っとんだお宮さんと、ちょっとわからんかもしれませんが、なので今日はもう本当にスケールどうでもいいです。そうじゃなく本当に大事なこと、これからこの動画を見て皆さんたくさん上手になってね、有名なプレイヤーになっていくかもしれませんが、いろんな手段を覚えるかもしれませんが、ここの本質を絶対忘れないでください。アドリブを劇的にジャズに変えるたった一つの方法をやっていきましょう。これを知ってるか知らないか、それだけでソロでのペンタ回しやろうかジャズギタリストかっていうのに分かれます。まず最初にギタリストの方って基本的にロックから入ってブルースファンクとかに興味があって、そこを経てジャズに来るというパターンがすごい多いと思います。僕も含めてもちろん同じ道をたどってきましたので全然恥ずかしくないですが、とりあえずそういう人のちょっと、演奏の例をちょっとやってみましたので見てみてください。いかがでしょうか？悪くないと思ったそこのあなた、ちょっと危険かもしれません。もちろんですね、ジャズのブルースね、この中でマイナーペンタトニックね、音全然、外れてないです。合ってます。使っていい音の構成ですね。だけどもなんかジャズっぽくないよね。ブルースでやったら全然いいですよ、今のような感じ。僕のあんまりできないんですけどブルースとかね。でこれでジャズができてると思った方いかがでしょうか？これ正直、ネタばらしをするとですね、後ろでバッキングトラックになってますよね。コードね、ジャズのコードを使ってスイングしてなってます。ただですね、このバッキングトラックがただサポートをしているだけで、実際こういう演奏ジャズにはなってないです。この伴奏を消した瞬間、ただの音の羅列、スケールの羅列になっていませんか？ジャズができている気分になっているだけで。でジャズにおいてスケールよりももっと100倍、すごい大事なねある動作が抜けているからなんですね。大変お待たせしました。たった一つのある法則のパターンをやっていきましょう。
いかがでしょうか。さっきのマイナーペンタよりも本当にシンプルに弾きました。もうすごい分かりやすいようにという感じですね。何をしたか、その正体というのはですね、解決をしてあげるというところです。解決をしてあげるとどういうことだと、すごい簡単に言いますと、トニックあってドミナントがあってね、起立例着席みたいなね、ありますよね。これをアドリブの中でやっているということです。ではどういうことだと、まずこの音というのはですね、 F7 のメジャーサードという音です。135713ね、この音に対して半音下からアプローチしてあげて、こうやって解決してあげてるだけですね。これだけでもなんかジャズのフレーズっぽいでしょ。で次何をやったかというと、はい、今度はこの音、はい、皆さんの大好きな、はい、マイナーペンタトニック、マイナーサードの音です。メジャーサード、マイナーサード。この音はね、コードのメジャーマイナーを決める大事な音ですね。なのでここでという感じで、ここでメジャーいってるよ、マイナーいってるよっていうのを教えてあげる。でこの時に1度7 F7 いって B フラット7いってますね、ヨド7。なのでこのメジャーサードを弾くと F7 の音が出すぎるので、今度は B フラットのとこではこの音を外して違うコードに行ってるよっていうのを教えてあげる。なので B フラットヨド7の時はこの F のメジャーサードではなく違うところ行ってるよっていうので、マイナーペンタのこのマイナーサードにという感じで解決してあげているという感じです。なのでシングルノートね、この音的にまず解決してあげてるよね。でもう一つその裏でちょっと理論的な話になってしまうんですけども、トニックの時をね表すアドリブ、トニックじゃない時を表すアドリブという感じでコントラストね分けてる感じですね。でこれを広げていきましょう。コードトーンあるね。これも半音下からアプローチどこでもいいです。ワンツースリーフォーねね。ね、最後のこのセブンスを表したい時だけあえてこういうセブンスをやるとすごい効果的ですと言ってもいいしね、メジャーサードいくという感じで、もうお気づきかもしれませんがコードトーンってすごい大事なんですね。これはまたちょっとまた別の回でやろうと思います。とりあえずね、こういう半音で音を効果的に表してあげる、これがジャズですごい大事なんですね。そうするとみたいなね、今すごい難しいことやりましたけど、いろんなスケール使いました。スケールというね認識もほぼしてないんですね。最初にやったコードトーンをこうやってつないでいく、5度からメジャーサードいくよね。この間に寄り道しているよという感覚でスケールを見ることができます。でここまで来るとスケールっていうのはただの手段だっていうのがちょっと、気づいてくるかと思います。なので今日はとりあえずコードトーン分かる方ね、分からない方いろんな方が見てるかもしれませんので、もう先ほど言ったメジャーサードマイナーサードね、これっていうのはメジャーペンタトニックねアプローチで、こっちの方はマイナーペンタトニック
で代用できるわけだ。代用というかね、拡張できるわけだ。なのでとりあえずこの2つを使ってアドリブちょっと最後にしてみます。いかがでしょうか。なんとなくこの解決するっていう感覚がちょっと分かってきたかと思います。で、基本的に F のところではメジャーペンタトニック、メジャーサードを意識してやってあげる。それ以外のところではマイナーサードを意識してあげる。ここのとこは、メジャーペンタでやりましたけども、 G マイナー C7、2,5のところね、ここでも、マイナーペンタをやってという感じですね。なのでいきなりねアドリブをしなさいって言っても多分すごい難しいと思うので、今やったのをたくさん弾いて聞いて、この感覚っていうのをねちょっと、体に入れてみてください。そうするとね今度別にあんまり意識しなくてもいいんですね。で次最初のところ1小節から3小節までマイナーペンタで4小節目のところで、解決してあげるっていうのをちょっとやってみようかね。ね、こういう感じで、ね、ここでピッと、色を変えられる、ね、コントラストつけられるように、できたりするので、なのでここの解決するっていう感覚が分かっていれば、どこでこう解決させるか、どこまで引っ張るかっていうね、ここの加減がねあなたにコントロールできるようになるので、よりよりねアドリブの幅がねこれからどんどん広がっていきます。で G7 のところはねメジャーじゃないので絶対メジャーペンタ弾いちゃダメですよ。という感じで 2,5 のところは実はどうでもいいんだ。なのでその前ずっとここからマイナーペンタでいろいろ引っ張っていって2,5 G-7C7 のところでメジャーペンタに戻ったりという解決というかねのをしてあげるということがだんだん分かってくるんだ。なのでずっとそれまでマイナーペンタで引っ張っておいて 2,5 G-C7 のところで解決させてあげるというね、こういう塩梅がだんだん分かってきますので、そういうのを意識しながらねいろんなジャズの音楽を聴いてみるとすごい楽しいと思います。でこの解決するっていうのはねすごい大事なんです。ロックとかだとなかなか意識しない、ロックブルースとかだとねそういうまたジャンルが違う音楽なのでなかなかね最初は気づきにくいところなんですけども、これが分かった上でいろんなスケールね、ドリアンとか、ミキソリディアンとかね、オルタードとかいろいろありますが、やっていくとより効果的にジャズのアドリブになっていきます。で最後にもう一個アドリブしますのでどうぞ。はい、いかがでしょうか。これはね次回やりますので、興味のある方は音を取って実際ちょっと弾いてどうなってるんだって自分でね、研究してみるのがすごいいいと思います。なのでもうこれでね音楽は気持ちだ魂だとかそういう、抽象的なポエミーなね、アドバイスにこうやって逃げないでください。こういうのがあった上でね感情を入れていくというところがすごい大事になってきます。なので今日やった解決で音を提示すること、これをしっかりね体耳に染み込ませて、次にコードトーンとかねスケールとかやっていくっていうのがすごい大事です。そうするともっと音に対してね敏感にこうアプローチしてできるようになりますので、
より実践的な2.5を勉強したいという方がおりましたらね、ぜひともメンバーシップの方で僕がいろいろなバラエティのある2.5フレーズ等々をね、伝えながら教えながらやっていきますので、ぜひ興味がある方は、加入してみてください。でまたこれをどんどん膨らましてセッションデビューしたいという方、おりましたら、私レイ大家がやってるレイ大家ジャズギターラボというところでですね、もう一からね順序を経てだんだん上手くなって、いろんな、理論とかもね自然にできるようにロードマップ、ね、組んでやっておりますので、ぜひとも興味がある方はそちら加入してみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただければ大変励みになります。で特になんとも思わなかったら、コメント欄に歯磨き粉とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで今日、ちょうど昼前にね薬局で歯磨き粉を買った私レイ大家ですけれども、Facebook や Twitter、Instagram などをですね低頻度で更新しておりますので、そちらの方ですね、フォローしていただきつつ、皆さんなんか書き、あとコメント欄で私レイ大家をちょっといじってみてはいかがでしょうか。ということで私レイ大家の、ジャズギタートリオの CD ディスクユニオンさんからリリースしておりますので、ご購入された方はたくさんね、メッセージくださいまして大変ありがとうございます。でまだ、購入してないよって方がおりましたらぜひとも予約をしていただければと思います。最初に出荷した分はもう今売り切れて、新しいね再出荷分を送りましたので、ぜひとも楽しみにお待ちください。ということで皆様日頃から温かい応援大変ありがとうございます。で最後にですねスーパーサンクスなどをしていただけると私レイ大家のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。